美味しいです。マルゲリータにしますか？生があるから。ピッツァポパイっていう名前で、これがピッツァポパイ、ほうれん草をたくさん入れてます。あと自家製のベーコンが入ってます。美味しいです。おはようございます。今日まさかはだいたい450度とかまで上げてから焼き上げます。温度が結構高いので、もう釜に生地を入れてからだいたい1分半とかで美味しく焼き上がります。時間が短いので、外側で最初にこう膜を張って水分が逃げないように、で中はもっちりで外はサクッとしたピザになります。私がもともとはパン屋さん兼イタリアンレストランがあるところでこう働いていた経験があって、イタリアンレストランのピザ作りとかもちょっと練習をさせてもらってたので、そこでも毎日こう休憩の時に練習したり。一番人気は、そうですね、やっぱり皆さんよく知ってるマルゲリータが好まれる方は多いんですけど、個人的にはもちろん自分たちの野菜を使った、今日だったらアスパラガスを使ったやつとかほうれん草とかを使ったピザも、私はおすすめです。ピザ食べたことありますか？大好き。大好き。一緒に作ったこともあるね。一緒に作ったの。マルゲリータ1枚ください。マルゲリータにしますか？注文お願いします。チーズおまけしたくなるんですよね。乗せた後に入れます。もう本当注文もらって3分くらいでは焼けますね。
ますよ。一枚ここで食べてもいいですか？もちろんね。だって二人で一枚食べます。マルゲリータでいい？じゃあ一枚を二人で食べますから。はい。チーズ乗せたくなります。早かったら。すみません。いや生があるからちょっとこっち。美味しいね。美味しい。美味しい味が。へえ。よく来られるんですか？まあ近くなんですよ。あ、そうですか。リハビリがてらにね。美味しい。うん、美味しい。なんかね。これはチーマディラーパっていう、まあ、日本でいう菜の花みたいなイタリアの野菜をくったくたに煮たやつとチーズと自家製のベーコンを乗せてます。ほろ苦さがめちゃめちゃ癖になる野菜で、私ちょっと苦いの苦手なんですよ。下が結構お子様で苦味でこういう風な美味しさがあるんだっていうのを私は初めて知った野菜でした。シンプルにくったくたにソテーしている塩と一緒に。なんていうお野菜でしたっけ？チーマディラーパ。野菜は、私たちがこの久山で、本業が農家なんですけど、その自分たちで作った野菜をこう季節感とかをこう楽しんでいただけるように旬のものを使ったりとか楽しんでいただけるようにこうピザに乗せてはい、使っております。これはイタリアンパセリですね。ハーブですね。刻んでパスタに散らしたりとか、あとはこれを使ってサルサベルデっていうソースにもなります。これはもう本当イタリアンレストランはみんな必ず使うっていう。こっちはディルですね。魚とすごく相性のいいハーブですね。例えば魚介のマリネとかに刻んで入れたりとか。ああ、すごいいい香りですね。はい、近くに来たら。これ分かりやすいですよね。あでこれの花もあるんですけど、花も美味しくて人気ですね。これはピッツァポパイっていう名前でほうれん草をこうクリームでソテーした結構柔らかい食感になってるんですけど、それと自家製のロースハム、もう無添加なのでこういう色味なんですけど、これがピッツァポパイ、ほうれん草をたくさん入れてます。あと自家製のベーコンが入ってます。楽しい。いただきます。美味しい。どういったところが美味しかったですか？生地が美味しいです。
水様。うん出来上がりました。なんて言えばいいんだろう。なんかジューシー油たっぷりほうれん草美味しいです。自家製なんですよねきっとね。はい美味しい日曜日は週に1回だけ野菜の無人販売のマルシェもしてるんですけど、まあ、日曜日はキッチンカーでピザとかをこう食べて、その後マルシェに行って野菜を買ってっていうお客様が週に1回とか2回とかいつも来てくださる方もいらっしゃるのですごく嬉しいです。本当にお野菜が好きな人とか、この久山が好きな人、その野菜の無人販売のところもヤギがいたりとか、結構なんか自然をこう感じれるような場所にあるので、福岡市内の方とか飯塚とか佐賀の唐津の方とか、そっちから来られる方とかもいらっしゃって、めちゃめちゃ嬉しいです。ここは何がなっとんですか？これはトレビスっていう野菜なんです。まあ、赤キャベツのように見えますけど、まあ、レタスの仲間ですね。結構これは典型的なイタリア野菜なんで、チコリの仲間、まあ、レタスのいとこみたいな、へえ。こんな感じで、まあ、中に入っていくほど赤みが強くなって白くなってくる。僕がこうイタリアで修行行ったりとかした時に、結構日本人の方多いんですよね、料理勉強される方イタリアに。まあ、こんだけこう世の中にいっぱいこうイタリアで修行している方がいらっしゃるのに、この野菜がないとこの郷土料理ができないっていうものが結構あったりして、まあ、そういったものがやっぱり日本で手に入らないので、そういうものを作ってちゃんとこう現地の、それぞれ皆さん感動したイタリア料理があると思うんで、そういったものをこう自分が供給して、でまあ料理人さんに本当にこう現地と同じものが出せるっていう世界観を作りたいなと思いました。このグリーンピースって言ったら、これもちっちゃければちっちゃいほどうまいですね。ただ単にイタリアの品種とかじゃなくて、イタリアの収穫のタイミング、はこれとかはもっとちっちゃいんですけど、やっぱ収穫のタイミング違うんですよね。い。へえ。向こうの品種を使うだけじゃなくて、向こうのタイミングで収穫するっていうのもすごく大事な、それをうちが大事にしてるところですね。もうこんぐらいとか最高ですね。甘い。全然違うでしょ。はチーマディラーパっていう名前のイタリアの、菜の花のようなお野菜なんですけど、はい。どうもありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとう
ございます。暑いよね絶対。暑いと思うよ。大丈トマトもなんか新鮮なトマトの味もしっかり感じれるし、ちょっと塩味がなんかあるのかな。夫。生地もちもちですね。おいしい。ピーマンで美味しいね。これでもお客様の接客とはい。ピザ焼きながらと大変ですね。そうですね。まあちょっとやっぱ私がもうキッチンカーだと特に一人でやっているっていうのが分かりやすいじゃないですか。だからもう優しいお客様が本当に多くて、もう全然急がなくていいよとか、もう後回しでいいよみたいな感じで皆さん言ってくださるんですけど。清水様、ありがとうございます。マルゲリータですね。はいどうもありがとうございます。このキッチンカーをはい。出された理由、ここに出された理由って何かあるんですか？一番最初はここすぐ隣に井野川って言ってもう夏とかは川遊びのお客様がたくさん来られるようなすごく綺麗な川が清流が流れてるんですけど、ちょうど夏の時期はもう駐車場も全部満車になって車が結構渋滞問題っていうのがもう地元の人たちは結構悩まされていたんですけど、ここで、私たちの作った野菜を使ったピザ屋さんをさせていただく代わりに、その売り上げから車の整備をする人を派遣して、で交通渋滞をこうなくしたいっていうのが始まりで、あとまだあります。まだ理由まだあります。あるというぞ。もうここでこの気持ちがいい、川が綺麗で空気も美味しい場所で野菜を作って、こういう美味しい野菜はこういうところだからできてるんだよっていうのをこう知っていただきたいっていうのもあって、はい、この自然の山の中でやってま今後のす。はい目標とか、はい夢とかはい。何かございますか？一番は里山サポリっていう、農園が久山でこういう風な美味しい野菜を作って、こういう場所を提供できてる、まだできてるかわからないですけど、してるっていうのをこう知っていただいて、実際にこう来たいなと思って足を運んで、少しでも多くの方に知ってもらえたらと私は思ってます。卵乗せていきます。なるほど。ここのお店よく来ますか？1ヶ月に2回か1回は来るかな。どのピザが好きですか？やっぱり全部美味しいなと。ここのピザはもちもちしてるから美味しいよ。美味しいです。マルゲリータにする。マルゲリータにする？いつもマリちゃんって言ってこう話しかけてくれるんですよ。でもあとあそこ。ここにも行く。よく行くな。どこ？ここ。野菜。おー、お野菜は好き？お野菜めちゃくちゃ好き。お待たせしました。マルゲリータです。いただきます。カメラ意識して。 。。。 。 。。 。。 。 。 。 。 。 。 いただきます。 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 いた
美味しいですトマトとチーズが美味しい。あとこのピザなんかパンがもちもちしてるから美味しい。あとキッキリって言ったやつがマリちゃんがしてる。誰？マリちゃんっていうこの人がキッキリチキっていうやつをしてる朝ごはん屋さん。行ったことある？そこも7回ぐらい行ったことある。本当？キッキリッキーは何が好き？パスタが美味しい。本そこもイタリアンだと。はい。当。本当すごい。もう全部食べたと？なった。もう嬉しい。ごちそうさまでした。はい。これなんていうお野菜なんですか？これアグレッティっていう野菜ですね。すごいイタリアでも結構珍しい野菜なんですけど、イタリアのオカヒジキッキリッキーさんは、はい朝食レストラン、はい。なぜ朝食だったんでしょうか？そうですね。自分自身が朝食食べに行くのが好きだったんですよ。休みの日の前の日から移動してどっかで寝て起きて朝から楽しむっていう遊び方が好きで、やっぱり昼間はトラクターとか使わないといけないので、単純に朝しか時間がないっていうのもあります。これフェンネルですね。ここがこの茶色くなってるんで B 品なんですよ。出荷に出せないやつですね。まあ、全然そういう悪いもんじゃないですね。ちょっとテラスがやっぱりいいかなって。すごい気持ちいいですね、ここ場所。光が入ったら新緑がめちゃめちゃまた綺麗で、山もみじもこの細いやつとかはあるので紅葉も楽しめるっていう。一番おすすめのはい、季節はいつがいいですか？まあ朝食だったらいやでも選べないかも。大体お野菜何種類ぐらい使ってらっしゃいますか、いつも？そこまで意識はしてないですけど、この一皿で野菜が20種類ぐらい食べれたらいいなっていう感覚は、まあ、野菜とか食材含め、はい。まあ、そのぐらい入れたらいいなと思って、もう僕ができることはこうお皿の上に愛情を表現することでしかないんで。これは大地のスープと呼んでまして、根菜だけで作ったスープですね。これはじゃがいもとポロネギっていうお野菜です。でそれにピ
ピゼッリと呼ばれるグリーンピースですね、イタリアの。いきます。お願いします。本日のスープは、白い大地のスープといいまして、畑の大地、土の中で育ったお野菜を主に使用しております。結局緑が綺麗。ズッキーニを使ったフリッターですね。卵焼きです、イタリア風の。それが絵になるね。色味もですね、鮮やかで美味しそう。こちらに書いてあるものが入っていますが、一番上のハーブサラダと書いてあるものがお皿上半分の葉野菜の部分ですね。素晴らしいです。このハーブの香りが口に広がります。こんだけのお野菜を召し上がることってなかなかないかと思うんですけど、はいまずないですね。まず手に入らないね。味付けがシンプルで美味しいですね。野菜の美味しさが伝わってきます。この野菜はここで作ったの。農家も新鮮なはずですね。いやこだわりというか、なぜここでやってるのか、畑が近いからです。こういう環境でできてるお野菜なんだっていうのを知っていただけるチャンスが増えるので、それが一番ですね。これアスパラをこう砕いたやつで、生クリームですね。肩ロースのブラックをいただきます。美味しい。いかがですか？歯応えもあってなんかこういいですね。新鮮さが。アスパラの味がとても濃ゆいですね。豆も美味しいね。やっぱりフレッシュですよ。フレッシュ。キッキリッキーって意味が何かありますか？キッキリッキー、はい。ちょっと看板見てもらいましょうか。おう結構僕この看板に強い思いを持したんですよ。はいはこの看板なんですけど、はまずこのキッキリッキーっていうのがイタリア語で、コケコッコーっていう意味で、実はこの看板を作ったのがものづくりオリンピックで初代チャンピオンになられた宮村さんって方なんですよね。でこのロゴ自体を作ったのは同級生の大賀豆夫さんっていうイラストレーターの方。すごくカジュアルじゃないですか、見た目で。だけどこの銅板とか素材は一流みたいな、もうすごい親しみやすいんだけど素材は一流みたいな。本当はキッキリッキでよかったんですけど、キッキリッキーって伸ばしててちょっとダサいじゃないですか。でちょっと親しみポイントを上げたいみたいな、そんな意味合いを込めて作りました。お茶目ですね。大丈夫です。これは何ですか？これはですね、明日のホタルのにホタルっぽいデザートって何かなっ
っていろいろ考えて、朝チャット GPT に相談したんですよ。そしたらこんなのどうですかみたいな。でこういうティラミスなんですけど、これAI が教えてくれるわけですか？そうですそうです。でもレシピはないよね。でも多分聞いたら教えてくれるよ。これはクランブルでレモンの皮を一緒に入れてクランブルにしようと思ったんですけど、結構じゃあ、そういうメニューは奥様と一緒にいつも考えてらっしゃる感じですか？ほとんど。奥様は、管理栄養士ね。やっぱ妻のこともすごく頼りにしてますよ。そういったこう知識があるので、例えばこういった食材はこういう菌のリスクがあるよとか、そういったのはこう飲食店出身の僕からしたらやっぱりこうなかなかない。大事なとこですよね、でもね。どんだけ美味しくてもね、安全じゃないのが一番リスクだから。そうですね。旬の野菜を使ったっていうのをやっぱ季節感をこう楽しんでもらいたいっていうのがあるので、ちょっとこういうのどうかなっていうのは相談一緒にしたりはするんですけど、食材の成長も見れるし、そろそろこの野菜がキキリッキーでこういう風に出せるなっていうのとかも知れるので、なんかすごく出るようになってよかったなとは思ってます。